この引き剥がすっていうところがミソでして、今まで C の力で引き剥がすって言いましたよね、酸素をね。で C の力で引き剥がすから CO2 ができちゃう、この C の代わりのものをで引き剥がしたらいいんじゃないかっていうことで、そこで出てくるのが C 酸じゃなくて H 酸、水素の力で O を引き剥がす。その場合、鉄ができますよね、Fe 酸は純粋な形でできます、O は引き剥がされました、H の力で引き剥がされました。 H と O で出来上がるのは H2O、 水だ。今まで C の力でやってたから CO2 が出ちゃったけど、 H 水素の力でやると水が出るっていうことです。水しか出ないっていう。いいですね。これがいわゆる二酸化炭素を出さない次世代の究極の製鉄法。理屈ではこうなんですよ。理屈、それが難しかったと。皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。この番組ではちょっと難しい話だけど、私たちの将来のため、地球の未来のため、今理解を深めておきたい問題を取り上げてお話ししていきます。大事な問題についてじっくり深く考え、自分なりの視点や意見を持つ、そんな時間を一緒に過ごしましょう。宮崎智美の考えるラジオ始まります。こんにちは、MC の山崎純一郎です。秋葉原第一スタジオからお届けしています。今日のストーリーテラーは宮崎智美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮崎さん、今日はどのようなお話を？今日は、中国が、水素、グリーン水素で製鉄をしていこうと、この方針に向けて走り出したという話をしたいと思います。グリーン水素で製鉄をする。実はですね、地球温暖化ガスの中でも最も、排出量が多い二酸化炭素なんですけども、これ年間370億トン、重さで言ってもよく分かりませんけど、それぐらい世界で排出されてます。世界中で、それの 11% が実は鉄鋼業から出ている。結構なもんですね。もう一番です。産業別で言って一番です。で日本の場合はさらに高くて 13% ぐらいは鉄鋼業から出ている。ですがここの CO2 排出を減らすっていうのがやっぱり一番大事、もう効率的だし、一番出してるところをちゃんとしましょうというのがね、一番大事なんですけど、一番難しいと言われてきて、これなかなかそんなの簡単にいかないよって言われてたんですけども、中国はそこに手をつけようと動き始めましたんで、その話をしたいと思います。わかりました。鉄鋼業なんですけどね、何をしているかというと鉄を作ってるんです。ですよね。ただ鉄を溶かして鉄にしてるわけじゃなくて、鉄鉱石という形で地球上にあります鉄はですね、そこから純粋な鉄を取り出す製鉄、金属精錬の一つで、鉄の精錬をして、製鉄しているっていうのが鉄鋼業なんですね。でここから CO2 が出るんですけども、鉄鉱石っていうのは錆びた鉄の一種なんですよ。錆びた鉄、赤く錆びた、赤鉄鋼っていうのは一番多いんですけども、化学式でいくと Fe2O3 という、Fe2O3、鉄が2で酸素が3結びついているのは鉄鉱石で、鉄鉱石石なんですけど、その半分ぐらいが鉄なんですね。なるほど。錆びることを酸化とかいう。だから酸化鉄なんです、あれ。なるほど。鉄鉱石は。でそこから酸化鉄の酸素を引き剥がす、これが製鉄なんです。引き剥がされて残ったものは鉄ですから、鉄を作るっていうことは、酸化した鉄、錆びた鉄から錆びの部分の、酸素を引き剥がす。これがいわゆる金属
製錬業で、鉄の場合は製鉄と呼ばれてるんですね。ですから製鉄するイコール酸素を引き剥がすんですけど、引き剥がす材料が C、炭素の力を使って引き剥がしています。炭素の力で O を引き剥がす。そう。FE と O がくっついてました。この O を引き剥がして FE 単独にして鉄にします。O を引っ張ってくる、誰が引っ張ってくるかというと C、炭素によって O を引っ張り剥がす。じゃあ引き剥がした後は C どこ行っちゃうんですか？ C と O がくっつくんです。じゃあもうもろにそれで CO2 が出ちゃうんです。二酸化炭素ができるんですね。ですから製鉄するとき香炉っていう高い色って書きますけど、香炉で熱で炉をグツグツね、熱がやってあれでなんか燃えてるようだからCO2 が出てるんじゃなくて製鉄という作業そのもので CO2 というのが出てくるんですよ。ああやって火を焚いてるからいっぱい出るってイメージがあったんですけど、違うんです。もう製鉄イコール CO2 も作ってるっていうことですね。だから鉄と酸素が結びついている、その酸素を引き剥がして純粋な鉄を作りたい。でその酸素を引き剥がすために何でもって引き剥がすかというと C、炭素でもって引き剥がす。炭素と酸素をくっつけることによって引き剥がす。でもこっちでくっついたら CO2 ができちゃうという。CO2 はどこ行っちゃうんですか？ CO2 はお空に行く。それが世界の370億トンのうちの、37億トンぐらいは製鉄所から出てしまうという。でこれをやっぱり減らさないと、というかこれをゼロにできたら、地球温暖化にものすごく資するということで、これを難しいんだけど難しくて今までできないんじゃないかっていうふうに言ってたんだけど、これに、思い切って、お金を注いでいくということを中国が始めましたので、その話をしたいと思います。でも製鉄イコール CO2 が出ちゃうんだったらどんな方法でも CO2 出そうな感じがしますけど。でこの引き剥がすっていうところがミソでして、今まで C の力で引き剥がすと言いましたよね、酸素をね。で C の力で引き剥がすから CO2 ができちゃう、この C の代わりのものをで引き剥がしたらいいんじゃないかっていうことで、そこで出てくるのが C 酸じゃなくて H 酸、水素の力で O を引き剥がす。その場合、鉄ができますよね。FE 酸は純粋な形でできます。O は引き剥がされました。H の力で引き剥がされました。H と O で出来上がるのは H2O、水と。今まで C の力でやってたから CO2 が出ちゃったけど、H、水素の力でやると水が出るということです。水しか出ないっていう。いいですね。これがいわゆる二酸化炭素を出さない次世代の究極の製鉄法。理屈ではこうなんですけど理屈、それが難しかったと。いや難しいっていろいろあるんですね。水素っていうのはですね、とても軽くてですね、地球上でこう集めるのって難しいんですよ。ちょっと宇宙の方に近づくと水素だけの層があったりするんですけど、それをね地球上にこう持ってくるのってね、軽すぎて引っ張り下ろすのが大変ですから、風船に入れたら飛んでいっちゃう。風船、それを地表まで引っ張ってこうと思ったらそのエネルギーがいりますからね。そこでまた石油を焚いたり石炭焚いたりしないとパワーがないですからね。だから H2 水素を作るのっていうのはこれ大変なんですよね。どうやって今まで作ってるかというと、天然ガス。天然ガスは、実は CH4、C と H の4つの集まり、そこから C を分離して H を取り出すんですけど、これを分離するときに C とね O 酸がまたくっついて CO2 が出ちゃうとかね。だから
H2 水素を作るのがそもそも、CO2 の発生機会があったり、あるいはコストがかかったりする。でただ一つCO2 ができない純粋な方法がありまして、これがいわゆる水の電気分解っていう、これね中学校ぐらいの理科でやるんですけど、こう、アルカリの電解質の溶液の中にこう、電極を入れて電気を流すとですね、こっちに水素がブクブクとできて泡がついて、でこっちに酸素がブクブクっと、だから水に電気を通すと H と O が得られるんですよ。やったじゃないですか。だから要するにね、電気を水に流すと水素って作れるんですよ。ちょっと待って、その電気はどこから来るかって話になります、でこの電気を何で作るかが、こうが味噌なんですね。なるほど、この電気がグリーンだったら、それで得られた水素はグリーン水素なんですよ。だから問題は電気をグリーンに作れるか。そういうことですね。でこのほど中国はですね、電気自動車の技術開発競争の結果ですね、電池っていうのをね、ものすごくいいものを作っちゃいましたよね。蓄電池、リチウムイオンをさらに、安いリン酸鉄リチウムイオン電池とか、そういうのを作って、当番組でも今度はナトリウムイオン電池を作ろうとかね、電池技術がガーンって中国が上がりましたよね。でそれで、何ができるかというと、再生可能エネルギー、風力だとか太陽光で得られる電気っていうのはこう自然任せだったものですから、電力系統にうまく入れられない、そういうお話をしました。それが蓄電池がいいものができれば貯めることができるんで、再生可能エネルギーの利用の可能性を無限大まで広げることができるという、安定的にもう使いたい時に使いたいだけ取り出せるように電池に蓄えてしまえばですね、風が止まろうが夜になろうが、曇ってこようが、取り出したい時に必要な分だけ取り出せる電池として、電気として再生可能エネルギーが使えると、そういうことの達成が中国は見えてきましたんで、いよいよその電気を使って水素を作ってしまおうと、安く、そういうところに乗り出そうっていうのが中国今般そっちへ舵を切りました。安くっていうのはもともとそういう再生可能なエネルギー、電気分解結構お金かかるんですね、コスト。それを、もっと技術開発して、電気分解で水素ブクブクって作るのをもっと安くしようと。そこに補助金をですねいっぱいつけていく。そういう企業いっぱい、水素製造企業っていうのをどんどん作ってます。作るように促してます。補助金を出してですね、水素を作る会社、水素を安く作る会社、電気分解で作る会社をまだ技術開発競争をさせてるわけですね。させようとしてるわけです。でこのやり方っていうのは実はそのさっき言ったEV、電池、これが世界で、ものすごく性能アップに成功しましたね、中国。その時のやり方ですよね。補助金をいろいろ補助金を出して、でウゴのタケノコのように企業を手を挙げさせて、どんどんそこへ参入させて、でその後すごいのが、ちょっと日本なんかが真似できてないのが、どんどん潰れていくんですよね。そうですね。なんか EV の墓場みたいな話題になりましたね。野原に EV が野ざらしになってとかありましたけど、ものすごく競争させて、補助金をつけることによっていっぱい呼び込んで、技術開発競争させて、負けたところはもう死々類々出ようが、その勝ち残って技術を磨いていったところはもう世界で負けない企業として育てたっていうのが
この間のその EV 電気自動車、あと蓄電池製作でうまくいったんで、今度はそれを水素製造に。いや、すごい、なんかすごいですね、パワーが。これそんなね2匹目の土壌かというね、いう人もいるんですけど、これはトライアンドエラーの鉄則で、成功した手っていうのはもう一回使うんですよ、これは。失敗すればまた考えなきゃいけませんけど、成功したらその成功した手をもう一回使う、これはトライアンドエラーの一つの鉄則ですね。それをこの水素製造、いわゆるグリーン水素製造に使おうということですね。じゃあそうやって作った水素で何かをやったらそれはグリーンなんですよ。それを製鉄に使えばグリーンスチールになるし、それを化学工場で使えばグリーンな化学製品ができるし、それをまたなんか燃料にして海運とかですね、運送トラックとかに使えばそれはグリーンな燃料としてなるんで、一旦この、蓄電池のとこですね、開発でものすごく技術をアップして再生可能エネルギー、グリーンな電力を手にできるっていうことになったことで、次の展開っていうのができるという、そういうことで選んだのが、グリーン水素ですね。次ですね。それって中国はそうやってこうロードマップを引いて計画的にそういう段階を踏んでやっていってると思えばいいんですか？なぜそれができるのかね、諸説あるんですけどね、私の中国のこの間知り合った人に聞いたら、割と指導者理科系の人が多いとかです。地方の役人でもですね、だからサイエンス的な組み立てっていうのが理解できる行政マンが多いっていうのが一つあるのかなって言ってました。それだけじゃないと思いますけどね。そうでしょうけどもね。じゃあ、日本はどうかっていうところをちょっと話しておきたいと思います。水素についてね。その水素の手前のその蓄電池のところではもうやっぱり中国に負けているのはこれは間違いないんですが、水素を利用しようとしているグループもあるんですよ。で一つその企業群がありまして、一つはトヨタ自動車、岩谷産業、それと三井住友フィナンシャルグループ、それと三井物産、この辺が割とリーダーになってですね、水素のこのバリューチェーンを日本でも作っていこうという、そういう動きは あるんですね。でただこれは、トヨタが入っているように、いわゆる水素エンジンとかですね、モビリティで使うと、水素を使おうとしてるんですね。で実は中国もですね、2000年代初頭はですね、水素はモビリティで使おうと考えたんですよね、一旦。で燃料電池車で水素を使おうというふうに考えたんですけども、そこはあんまり、それよりも EV の方が効率がいいので、ちょっとそれは置いといて、じゃあ何で使おうかっていうところで、やっぱり製鉄っていうところに目が向いていったわけですね。いや、この製鉄はですね、できればですね、さっき言いましたように 11%、ここがほぼゼロにできれば、これは二酸化炭素の排出量削減にはものすごく有効ですし、さっき言いましたように他の化学とかそういったところにも援用できればどんどん下げていけるので、先ほど山崎さんロードマップとおっしゃいましたけど、やっぱり段階的にうまく順番をつけていってるっていう感じはしますね。それは日本は昔から水素社会の実現とか言われたじゃないですか。なんか今のお話聞くと中国の方が早く水素社会の実現ができそうなイメージが。トヨタの旗振りでモビリティ分野でっていうところで水素社会っていうところ、あともちろんその化学プラントとか製鉄とかも使っていこうとはしてるんですけども、今一つちょっと力っていうのは足りないというか、モビリティのところはやっぱりちょっ
ちょっとやっぱり EV の方が、効率はいいのかなっていう、ふうな見えてきましたからね。で日本でもですねこの6月に入ってですね、資源エネルギー庁とさっき言ったトヨタのそのグループと一緒に旗揚げして、もうちょっとその水素を、モビリティだけじゃなくて広く使えることを考えていかなきゃなっていうのを立ち上げましたんで、そういうプロジェクトも日本でも始めましたけど、中国はもう実際お金をつけていくところがあると、もう省単位で何百社ってなんか会社できてる省もあるらしいです。なんとか省なんとか省っていう地域で、何百社やっぱり重工業が発達した省を中心にその水素製造っていうのをやろうとしてるんですね。だから鉄鋼業が盛んな省とか、そういうところでものすごく水素製造の、スタートアップ企業が立ち上がって、それは補助金を得てやっていくんでね。でいや成功するところはわずかですよ多分ね。それは EV も同じですから。同じですよね。もう競争に敗れるところはあるけども、でもそれがいわゆる技術を磨き上げて高めていくっていう、その活力になってる、そういう戦略ですね。そういう意味じゃ日本も考えていることは考えてるんですけども、そこの社会実装に向けたダイナミズムっていうんですかね、そこがやっぱり、中国一回成功させてますから、電池で成功させてますから、そこを狙っていくという、そういう動きになってきています。日本にもなんかグリーンスティールみたいな言葉があって、そういう形で鉄を作ってるんじゃないんですか。グリーンスチールっていう名前、でもこれ最近それをグリーンスチールで言うのはちょっと世界的な標準でどうかなっていうことになってるんですよ、日本の鍵括弧グリーンスチールは。かっこつきなんですね。いや実はマスバランス方式っていうマスバランス方式ちょっと難しいんですけど、昔カカオ豆チョコレートのカカオ豆の生産でですね、農業生産の際にですね、若年労働者、児童労働というのが、使われていたということで世界で問題になりましてですね、その児童労働をしていない、で作られたカカオ豆をこのフェアトレードっていう、そういう概念で、しっかり認証していこうという話が出てきましてね。でその時にマスバランス方式というのが取り入れられて、この児童労働を減らした分その、割合だけその生産量に当てはめて、その割合の分を、フェアトレード商品としてラベルを貼っていいと、そういうやり方をしたんですね。ですから児童労働が 10% 減ったら、10% 分のチョコレートに対してこれはフェアトレードでできましたと言っていいと。児童が100人いました。それを90人にしました。10% 減らしましたと。その 10% をこうプールしておいて、10% の製品はフェアトレードっていう。チョコレートが100枚あったらそのうち10枚は、そういう概念がマスバランスなんですが、それを鉄鋼に取り入れたのが日本のグリーンスチールなんですよ。ですから今までCO2 いっぱい出してましたと。で CO2 を減らす取り組みをして、これだけの削減効果がありましたと、10% としましょう、じゃあ 10% の、その会社が作った 10% の鉄だけグリーンスチールのラベルを貼れるという、ずるじゃないんですけども、その計算上ね、マスバランス質量に合わせて、その部分は、CO2 減らしたんだからという、そういう話なんですけども、ちょっと問題点はそれをグリーンだって言ってると、さっき言った水素製鉄のような、本当のグリーンの、技術開発の意欲がですね、ちょっと減退
それでグリーンでいいんだったらなるほどねっていうそういう副作用が出ちゃうんですよね。まあ、それはそのマスバランス方式でやる限りは、はい、まあ、従来の方法論でそうです。ある程度だから努力した分は認めるっていうだから努力はしてるんですよ、努力は二酸化炭素削減の努力はしてるんだけども、いわゆる抜本的な、技術をもう、超えて今までの技術を超えていかないと CO2 の削減に抜本的な削減っていうのはできませんよねっていう意味で、本当に取り組もうというのが今のこの中国の今般の動きです。なるほどね。いやですが多分グリーンスチールという呼び方も本当のグリーンスチールができてくればですね、そのマスバランスで作ってるグリーンスチールはグリーンスチールとは呼ばないようになると思います。今でももうそういう議論が出てますから。もうそういう議論になって、本家とか元祖とかそういう話じゃなくてでしかもね今日本の鉄鋼メーカーですね、高炉メーカーですね、高い炉とか高炉メーカーで製鉄してます。あと電炉っていうのは電気の力でスクラップの鉄をバチバチバチっと高圧電流を流して溶かして、鉄を作ってます、ただこれね厳密に言うと製鉄じゃないんですよ。さっき言った、まあ、別にそのね王を引き剥がしてるわけじゃないですもんね。だから精錬してないんですよ。精錬し終わった鉄をスクラップとしてもう一回使うにあたって溶かしてるだけなんですよね。製鉄作業はしてないんですよ実は、鉄の形を変えてるだけで、だからそこから CO2 がほとんど出ないっていうのは当たり前の話なんですね。でそれでもって CO2 減らしましたと言ってる部分もあるんですよ。さっき言ったマスバランスのグリーン製鉄、高炉での比率を下げて電炉での鉄生産を、に切り替えました。その分 CO2 は減りましたと言ってるんですけど、これはね当たり前ですから、当たり前ですね、確かに。でこれはね中国のね鉄鋼メーカーも一緒にみんなそっちへ走った時期があってですね、みんな高炉メーカーがいやで CO2 減らしました CO2 減らしましたって言い始めたんですけど、これはさっき言った製鉄の仕組みの分かっている人から言わせればおかしな話で、新たな鉄は生み出してないんですよ。リサイクルしてるだけですからね。じゃあもうあなた方製鉄しないんですかと、世の中の鉄の量を増やさないんですか、それでいいんですねっていう話ですよね。なりますね。でまあそのしっぺ返しといいますかスクラップ価格が上昇したりして、当たり前ですよね。世の中の鉄の量を増やさずに、私は CO2 減らしましたっていう競い合いをしたらですね、みんなスクラップを買いに行きますから、高炉メーカーがスクラップみんな買いあさって値段上がっちゃったっていう、まあ当然の帰結ですけど、そういうことになってます。ですから技術というのは本当のところで勝負して向き合って、高めていかないと、問題は解決しないということですね。まあ、でも日本も一応その本当のグリーンスティールを努力してやってるわけですよね。やろうというやんなきゃいけないっていうのは、まあこれはもう皆さん当事者なんかは分かってるわけですから、それで電炉を増やしてそれで CO2 減らしましたって言ってていいよねっていうのじゃダメだよねっていうのは分かるわけですから。で先ほどおっしゃったトヨタとか岩谷とかそのグループが、モビリティだけじゃなくてでも本当はだからここ温度取りがねやっぱり製鉄会社に変わっていかないとダメですよね。当然そうですよね。いやもちろんモビリティで使ってもいいんですよ、そのグリーン水素を使ってもいいんです。岩谷産業ですと家庭用の、プロパンガスの販売とかやってます。プロパンガスから水素ガスに変わっていくとかね、そういうのでもグリーン水素ならグリーンですから、ただグリーン水素を作るのはまだ電気分解でやんなきゃいけない、コストが高い、石炭ガスとか
天然ガスから排出して、水素を作るよりもコストが2、3倍高いんですよね。それを下げていかないといけないんで、それを競争によって達成しようというのが中国の動きです。なんか、これ余談ですけども、うちの近所に燃料電池車用の水素ステーションっていうのがあるんですけども、そんなに高くないんですけども値段的にはあれなんか補助金とか出てるからですかね。燃料電池車、私実は燃料電池車運転したことがありまして、開発段階の1999年、結構早いですね。早い段階とアメリカのフォードで乗せてもらったんですけど、やっぱり高いんです。燃料電池の電池そのものが高いんですよ。当時セパレーターっていって電気分解の逆の作用で動きますからね、燃料電池。さっき水に電気を流したら水素と酸素が出てきますっていう話をしましたね。これ電気分解。これの逆が燃料電池なんです。水素と酸素をくっつけたら水と電気が出るんです。でその電気でモーター回した走るのが燃料電池車ですけど、その装置がですね高いんですよ。なんで高いかっていうとね、白金を使ってるんですよ。また高そうな白金はプラチナですからね。ですよね。ほとんど金と同じぐらいの価格をするプラチナをいっぱい使ってるんで高くて、それとやはりエネルギー効率、エネルギーを使い切れてない部分が、EV の効率は 70% を超えてるらしいんですけども、燃料電池車当時では 20% いってたかどうかですね。エネルギー投入したエネルギーでそれが車に走らすのにどれだけ使ってるかって、それの効率が悪いんで、ちょっと劣後してますね。ですから中国ももちろんスイスは最初は燃料電池で行こうとしたんですよ。それを今もうちょっと用途を広げて、中でも製鉄っていうところを次のターゲットにしてます。中国はその辺行政マンがそれぞれ考えてまして、排出権取引市場っていうのを整備してますけど、最初のフェーズは電力が対象だったんですね。で次の第2段階に今度入ったんですけど、そこに製鉄業が入ってるんですよ。それ合わせて排出権取引の制度でキャップをはめて、ちゃんと鉄鋼業界に CO2 減らせというのをそのマーケットメカニズムで締め上げていくのと同時に、技術開発を一方で補助金いっぱいつけてやらせると、それやっぱりシンクロさせてやってますよね。日本はその排出量の取引制度の仕組みっていうのは業界ごとでやってませんからね。まずやれるとこやりましょうという、なんかそういう感じで始めようとしてますから。でもこの先、話戻しますけども、いわゆる真のグリーンスティールとの需要が当然高まってきますよね。目標があるわけですから、CO2 減らそうっていう。でいろんなそれまた奪い合いになって、奪い合いっておかしいですけども、需要高まって、そうなるとやっぱり中国がそこで大きな力を持ってくるんだろうなみたいなイメージがありますよね。鉄にしても鉄重いですからちょっと移動が難しいというのと、あと水素はまたパイプラインを引かなきゃいけないんで、天然ガスのパイプラインはね世界中いろんなところで長いのを控えてますけど、まだ輸送手段がそんなに整ってないんで、外国を席巻するかどうかっていうのはちょっとまだあれですね。ただ技術を握るっていうのはもちろんあれですよ。でやっぱり中国段階がやっぱり考えてますよね。その電気をまずやっつける、グリーンにすると、でそしたら次のところのものすごくスムーズにいけるっていう、この順番ですよね。でやっぱり電気を先にグリーンにする、再生可能エネルギーでグリーンにする、じゃあ次鉄に行けるじゃないかと、それを使ってっていう、その順番はさすがですね。ですから今再生可能エネルギ
の利用率をどんどん高めていく戦略、まあ中国がうまくやったんで EU なんかもなんか構想先週あたり出してましたけども、アフリカの砂漠地帯に太陽光発電所、もちろん蓄電池付きあれをいっぱい作って EU に送るという、そういうまあ構想ですけどね、ですから中国も今砂漠地帯どんどん太陽光パネル広い平らな土地がありますから、農業にも使ってない土地がありますから、そこで太陽光パネルでやって、どんどん辺境のところを開発してますよね。まあ、確かにEU のその、まあEV をどんどん推進しましょうっていう話の中で域内でその二酸化炭素を出さない鉄をこれぐらい利用しなさいみたいなそんなような項目も確かあったありますもんね。それをやっていくにはやっぱりグリーンなまず電気を作んなきゃいけない、でそれでもってグリーン水素を作って、グリーンスチールを作っていかないという、ね、まあこの順番、まあ、合理的ではありますね。まあ、確かに、はい、なるほど、まあやっぱり砂漠地帯に太陽光パネルっていうのはやっぱり一つの、今世界的な着目点のようですね。でも例えばサウジアラビアとかあっちの中東の方なんかは石油もいっぱい今までは出たし、今度は砂漠に太陽がいっぱい光がいっぱい降り注ぐそうなイメージがあるじゃないですか。いや太陽光発電には向いてると思いますよ。なんかすごいそこだけ見ると切り取ってみると恵まれてるなって思ってしまうまあ日本はその代わりその山林に恵まれていますからね。ただまあ日本もその太陽光発電をその山をね切り開いてっていうところで、まあ、環境問題とかあと自然災害がこう人災になるっていうリスクが高まるっていうのがありますから、太陽光パネルをどこに使うかですね、まあ都市部、建物のに貼っていくとかですね、そういうことになろうかと思いますけども、まあ太陽光は燃料を輸入しなくていい。そもそも燃料費がかかんないですから。ですよね。設備費がかかりますけど燃料費はかかんない、一方火力発電所は設備費は安いけども燃料費がかかると。で今円安インフレで大変だということですね、で原発は燃料費は安いんですけれど設備費がかかりすぎるっていう、なんかベラモーにかかりそう。それともう一つは今の建設費の急上昇、で工期が長いものはちょっと作りにくいですね。こんだけだよって見積もってた時間軸に対してもっと長くなると当然どんどんもうお金が4倍とかになっていくと、ですから、そういう意味でも日本の選択肢、まあ資源エネルギー庁も考えてますが、それの実行スピードですよね。スピード、どうなんでしょうね。いっぱい補助金で会社作っていっぱい潰れる過程で技術が磨かれるっていうこのね戦略っていうのはね、なんか日本人のマインドとしてそれどうなのっていうね感じはしますけどね。そこにまず手を挙げていく人たちっていうのがね、いるのかっていうところですね。一時2000年代初めにIPO ブームっていう新しいスタートアップ企業いっぱい作ろうっていう機運が高まった時期ありましたよね。あれもなんかポシャった感じがしますし、なんか上場ゴールみたいな形そうそうIPO してるところでがっぽり入ってはいおしまいみたいな感じが、まあでもそれよりも激しい競争を中国はやってるわけですからね、その中で技術力を磨いていってますからね、社会主義国なんですけど、競争原理はすごいですね。すごいですよね。まあ段階が追ってっていうところは非常に
うまくやってるなっていうところで、日本もその製鉄の CO2 をどうするかっていうところ、これすぐねそうなるともう CO2 なんか下げても地球温暖化には効果ないよとかね、そういう方法へこう、気がちですよね。ましてや日本だけ頑張ったってそれはその通りなんですけどただ一応世界の3分の1は中国が私物出してますんで、そこは一応やるっていうやって言ってるわけですからね。それはやってもらわなきゃ困るんで、困るんですね。日本も本当は真面目に取り組んでる人多いんですけど、なんですか言論空間ではなんかね経済犠牲にしてまで何が再現だとかね、いろいろ言う人いっぱいいます。経済は犠牲にしませんので、コスト競争をしっかりコスト競争力をつける形でやっていけば、経済は犠牲になりませんし、むしろ、既存の既得権にこだわってる人に惑わされてる方が経済的コストはかかってきますからね。今日はその、再生可能エネルギーの導入どんどん進めることに成功した中国がこの次の一手として、グリーン水素の生産コストをぐんと下げるべく、力を入れ始めたということですね。それで鉄を作っちゃう。そのターゲット、重要なターゲットは水素、グリーンスチール、であるというお話でした。今日はどうもありがとうございました。